精神障害者っていう言葉を聞いたことがないっていう人はね、多分いないと思うんですね。だけど、じゃあ精神障害者ってどんな人のことを言うんですかって説明してくださいって言われると、理路整然と答えられる人はどれぐらいいるでしょうかね。精神障害者と聞くとどんなイメージを持つか。怖い、何をするか分かんない、危険な人なんじゃないか、こういうふうに考える人たちが残念ながら多いですね。だけどこれは極めて少数の人しか捉えていなくて、正しい捉え方ではない。ではどういう捉え方がいいんだろうか。いろんな捉え方があるんだけども、まずは法律や制度にどのように位置づけられているかというふうなねところで捉えるのが中心になってこようかというふうに思います。日本では精神障害者に関わる中心となる法律、精神保健福祉法というんですけども、この中では精神障害者とは統合失調症、精神作用物質による急性中毒またはその依存症、知的障害、精神病質、その他の精神疾患を有するものを言うと書いてあるんですね。障害者っていう言葉を使っているのに、中身は精神科の病気にかかっている人のことを指しているんですね。日本では長い間精神障害者というのは病気の人という位置づけでしかなかったんですね。ところがようやく近年になって精神障害者も福祉サービスを必要とするような障害者であるというふうにね位置づけられるようになりました。精神障害者に関わる研究学問分野というのはいろいろあります。例えば精神医学、あるいは看護学、精神保健学、こういったところは精神障害者を病気の人という位置づけで考えていこうという学問なんですね。それ以外には心の動きだとかカウンセリングだとか治療方法なんかも検討していくような心理学というね分野もあります。で加えて私などがやっているような精神障害者の生活ということを考えていくという社会福祉学や精神保健福祉学という学問があります。私たちの学問では加えて社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士という国家資格を有する専門職を育成してしまう。こういった専門職の人たちは病気や障害があっても少しでも幸せになれるようにどうしたらいいのか、病気や障害があっても幸せに生きれる社会を作っていく、そういうことを取り組んでいます。皆さんぜひこの研究分野に来てみてください。